皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日は家というキーワードから日本の結婚の歴史を覗いてみましょう。皆さんは日本の結婚式とか夫婦についてどんなイメージを持っていますか？亭主関白。つまり夫が強くて妻が従うようなイメージでしょうか？それとも自由でロマンチックなイメージでしょうか？実は日本が今のような自由恋愛の社会になったのは歴史で見ればつい最近のことなんですよね。今日は日本人がずっと大切にしてきた家という考え方と今の結婚式の違いについてお話をしたいなと思っています。今日覚えてほしい言葉があって、それが嫁に入るという言葉です。これは女性が結婚して夫の家族の一員になることを意味しますね。今の時代だと結婚というのはお互いがパートナーになるという感覚が強いんですが、年配の方の中には今でもこの家と家の結びつきというニュアンスが結婚に多く含まれている場合があります。で、その家と家の結びつきというニュアンスで嫁に入るという言葉があるんですよね。今の日本の結婚式というのは主役は間違いなく新郎と新婦の2人ですね。どこで式を挙げるかとか、誰を呼ぶかとか、すべて自分たちで決める人がほとんどです。私の場合もね、そうでしたね。ですが、1950年頃までの結婚というのは、今とは全く違う性格を持っていたんですよね。一言で言うと、それは個人と個人の結びつきではなくて、家と家の合体だったんですよね。少し歴史の話になるんですが、結婚とか家族のルールを決める日本の法律が大きく変わったのは1947年のことです。この時、それまでの家制度と呼ばれるものが廃止されて、法的には家ではなくて個人が尊重されるようになりました。ですが、法律が変わったからといって人の感覚というのはすぐには変わらないですよね。制度がなくなっても、やっぱり女性は自分の家を出て、夫の家の一員になるものだっていうような意識は、今でも少しその気配というのは残っています。家が主役だった時代の結婚式が具体的にどういうものだったかというと、例えば結婚式で花婿が花嫁の隣に座っていないということがよくあったらしいですね。当時の結婚式に今の私たちが行ったら、新郎はどこって多分驚くと思います。でも当時の結婚式は2人をお祝いするパーティーではなくて、夫の家が夫の親戚たちに今日からこの人がうちの新しい家族、嫁ね、家族です。とお披露目する、いわば紹介の儀式だったんですよね。ですから、新郎は主役として花嫁の隣に並ぶのではなくて、親族側の方にいて、そのゲストをもてなしたりとかしていたわけです。花嫁は一人で座って、親戚たちからどんな人かしらっていう感じでね、見定められていたんですよね。法律は個人の自由を認めてはいたんですが、実際の式場にはまだ家の空気が強く、漂っていた。そんな時代が、ちょっと前はあったということですね。この空気自体は実は私も体験したことがあるんですよ。夫の実家に挨拶に行った時、お父さんから嫁に来てくれてありがとうって言われたんですよね。私自身は夫という人生のパートナーを選んだ
という感覚だったので、ちょっとね、驚きましたね。まあね、他にも子供のこととか、後継ぎのこととか、こういう話は、話し出すと本当に尽きないですよね。もし皆さんも自分の国との違いを感じたりとか、もっと雑談しながら意見を交わしてみたいと思った方は、プレプリで私はレッスンしているので、いつでも遊びに来てください。1対1でフリートークでこうした話ができますのでね。さて、話は戻るんですが、そんな家という意識が根強く残る一方で、制度としての日本というのは、変化してきていますよね。今の日本国憲法の第24条には、婚姻は両性の合意にのみ基づくというふうに明記されています。これは親とか親戚が反対しても、本人たち2人の気持ちだけで結婚ができるという現代のルールなんですよね。こののみという言葉には、親や家長の許可がなくても2人の意思だけで結婚できるんだっていうような強いメッセージが込められているんですよね。とはいえ、まだいろんな年代の人と話をしていると、昔のこの家という価値観がふっとね、顔を出すことはたびたびありますね。今日は日本の結婚が家のための儀式だった時代から個人の合意によって成立するものへと変わってきたその流れをお話ししました。かつて結婚は2人だけの問題ではありませんでした。家と家が結びついて周囲の人たちも関わる大きな社会的な出来事だったんですよね。皆さんの国では結婚は家と家の問題ですかね？それとも個人と個人のものですか？さて、最後に今回お話ししたエピソードを作る上で参考にした本をちょっと紹介しますね。こちらになります。現代家族のリアル、モデルなき時代の選択肢という本ですね。これは日本文化や民族学を専門とする3人のね、大学の教員が書いた本なんですよね。いわばね、日本文化のプロが書いた本ですね。中身はね、ちょっとね、論文みたいな感じで専門的な内容になってくるんですが、でもその分、日本の家族の昔と今でどうして今の形になっているのかっていうようなところまで資料集みたいな感じで非常に詳しくまとめられています。このポッドキャストではその難しい部分は私なりに分かりやすく噛み砕いて、これからしばらくの間はこの本を使いながら話をしていけたらいいなと思っています。では、今日はこの辺りにして、また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。